徹子の部屋の視聴率は、大相撲超えの第3位。オリンピックを境に、陸流人気は、どう跳ねたのか。まずは、この第2部からご覧いただく方のために、第1部の振り返りと第2部の見どころをご紹介いたします。第1部では、博報堂調査をもとに、陸流人気がすでに競技の枠を超えたレベルに来ていることを見てきました。しかも、その総合ランキングで1位にいたのは、大谷翔平選手です。世界規模で知られる、あの圧倒的な存在の、すぐ後ろに、2位、木原龍一選手、3位、三浦璃来選手が、並んでいたわけです。では、陸流は、どうやって、そこまでの存在になったのか。この第2部では、オリンピック前と、オリンピック後の変化、そして、一般層への広がりを、博報堂の調査結果や、その他の各種データをもとに、追っていきます。陸流は、最初からお茶の間の中心にいたわけではありません。ですが、オリンピックを境に、知る人ぞ知る有力ペアから、大会を象徴する存在へと、一気に変わっていきました。その変化は、単なる金メダル獲得の話ではなく、人の記憶に残り、人の心を動かし、一般層にまで広がっていく、人気の跳ね方そのものに、現れているようです。では、残りわずか9分間ですが、お茶でも飲みながら、ゆったりとご覧ください。第1章、見た後に、評価が急上昇。この人気は、後から強くなる。注目したいのが、オリンピック後の満足度と知名度上昇の調査結果です。観戦者内満足率では、木原選手が1位、三浦選手が2位。さらに、知名度上昇率でも、三浦選手と木原選手が1位、2位に並びます。これが何を意味するのか。単に金メダルを取ったから有名になった。テレビに多く映ったから有名になった。それだけではなさそうなんです。これについては、Mr.Children、櫻井和寿さんの発言が象徴的です。陸流ペアのあの好感度の高さって何が元なんだろう。この言葉、すごく本質的な陸流現象を表しています。単に金メダルを取ったペアとして見ているのではなく、なぜあそこまで自然に人を引きつけるのかという人気の中身そのものに興味を示しているんです。櫻井和寿さんの陸流への興味についてはシリーズパート4で詳しく特集しますが、多くの人たちも同じ感想をお持ちなのではないでしょうか。オリンピックで見た人がそのまま陸流という存在そのものに惹かれていった。見た人の記憶に残り、見た人の満足度が非常に高く、その後の印象まで強くなった。つまり、陸流は見れば好きになる。知れば印象が上がる。そんなタイプの強さを持っているということなんですね。今の SNS 時代は話題になったものが一瞬で広がり、また別の話題に押し流されていくことも珍しくありません。ですが、陸流は見た後に評価がさらに上がる。ここが人気の質として非常に強いところです。まだわずかな期間しか触れていなかったのに、すでに陸流ロスに陥る人たちが現れているのも面白い現象です。一度見て終わりではなく、後からじわじわと、やっぱり良かったな。また見たいな。この二人、気になるな、に変わっていく。この、後から強くなる人気こそ、陸流の一つの大きな特徴なのかもしれません。第2章、テレビでも一般層を動かした。競技の外への広がり。そして、この流れはテレビの世界にも現れていました。徹子の部屋特別編で陸流が紹介された際、番組は高い注目を集めました。徹子の部屋特別編陸流スペシャルの視聴率は1位連続テレビ小説バケバケ、2位 NHK ニュース7に次ぐ第3位、しかも4位には
大相撲春場所14日目という結果で、並みいる NHK の国民的番組と同じ視聴数を獲得していたことが、この数字からも伺えます。ここで大事なのは、フィギュアファンだけで終わっていないことです。競技に詳しい人だけではなく、一般視聴者にも見たいと思わせる引力があった。しかも、徹子の部屋という番組は、スポーツ専門番組ではありません。だからこそ、そこに自然に届いているということ自体が大きいんです。つまり、今の陸流は、フィギュアスケート界の人気者という枠にとどまりません。競技の外にまで広がる国民的な好感度を持つ存在へ、一気にそこまで来ていることが、博報堂調査の総合2位3位という結果にも現れています。第3章、オリンピック前は知る人ぞ知る有力ペアだった。では、その人気はいつ、ここまで跳ね上がったのか。ここで見えてくるのが、オリンピック前とオリンピック後の大きな変化です。産業能率大学スポーツマネージメント研究所の調査では、開幕前の時点で、陸流は最注目選手、金メダル予想選手ともに上位には入っていました。つまり、もともと期待はされていたんです。全くの伏兵ではありませんでした。しかも、2022から23年シーズンには、グランドスラム、世界の主要大会3冠を達成し、2025年にも主要大会3冠を制覇している。競技を見ている人たちからすれば、強いことはもう十分に分かっていたわけです。ただしこの時点では、まだ有力候補の一組という位置づけでした。フィギュアファンには知られていても、一般層にまでは浸透していませんでした。言い換えれば、オリンピック前の陸流は、知る人ぞ知る有力ペア。しかもその時点では、まだペア競技自体がマイナー種目であり、フィギュアファンの中でも、陸流ペアは、いわゆる通好みの選手でした。強い人たちの間では知られていても、お茶の間の中心ではまだなかった。そんな立ち位置だったのかもしれません。だからこそ、オリンピックで見せた覚醒。その後のさらなる跳ね方。近年稀に見るジャパニーズドリームの急到来。まさに、龍が如くですね。第4章、オリンピック後、一気に大会の顔へ。そして、押さえておきたいのが、オリンピック後の陸流の立ち位置の変化です。オリンピック閉幕後の調査では、最も感動したシーンの第1位が、陸流の金メダルでした。しかも、2位を大きく引き離してのトップです。ここが非常に大きいところなんです。オリンピックには金メダルも涙も逆転も数えきれないほどのドラマがあります。その中で最も感動した場面として陸流が強く記憶に残った。つまり陸流はただメダルを取っただけではなく大会を象徴する存在として人々の心に刻まれたわけです。しかも、その印象は、競技の結果だけでは説明しきれません。勝ち方、背景、二人の空気感、ここまで積み重ねてきた物語。そうしたもの全部が重なって忘れられない場面になっていった。ここに、陸流人気のただの話題性ではない強さが見えてきます。ここまで見てきたように、陸流人気はオリンピックを境にはっきりと次の段階へ進みました。期待の存在から感動の主役へ、そして競技ファンの支持から一般層の支持へ。ただ、ここでさらに面白いのは、その人気の広がり方が大谷翔平選手のような圧倒的なパワーで結果を出し続けた広がり方とは少し違って見えることです。しかも木原選手は、その大谷翔平選手の猛烈なファンとしても知られています。そんな憧れの存在のすぐ後ろに、今自分たちが並ぶところまで来た。ここにも陸流人気のなんとも面白い広がり方が見えてきます。なぜ、大谷翔平選手のすぐ後ろに陸流が並んだのか。しかも、
木原選手が憧れていた、その大谷選手とは、どんな違う魅力で、そこまで広がっていったのか。次の第3部では、木原選手の大谷翔平愛のエピソードも交えながら、その違いにもう少し深く迫っていきます。そこに、陸流ならではの面白さがさらに見えてきます。ぜひ、続けてご覧ください。いいねとチャンネル登録をいただけると、次回の動画の通知が届きますので、ぜひお願いいたします。メンバーシップもぜひ応援いただけるととても励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。ご視聴ありがとうございました。